全部暴露されたら吉本興業はジャニーズみたいになっちゃうんですよ。解散です。お父さん、はい。松本人志さん、ちょっと大変なことになってますよね。なんか前に動画で悪魔との契約のお話の動画で、それこそ松本人志さんは妖怪がついてるっていう風なお話をしてて、それをまあご覧になった、妖怪系、ご覧になった方も多くて、ちょっとコメントの方にね、松本人志さん、悪魔の契約の回収が始まりましたかとかいうコメントも、来てて、皆さん気になってると思うんですけど、実際のところね。どうしてこんな風になっちゃったの？まあ回収始まってますよね。やっぱりそうなんですね。だから、まあ、皆さんもね、多分なんとなく、気がついてる人いると思うんですけど、まあ、今、浜田さんはね、相方の、すごく好感度が逆に、そうですね。ただ、冷静に見れば、浜田さんと松本さんって、どっちがそういう女性関係の遊びが多かったかっていうのは、浜田さんが多かったんですよ、絶対。もう誰が見てもそれ分かってるんですよ。だけど、じゃあ、それは実際に、じゃあその女性問題がね、例えば、取り沙汰されていて、こういうふうに、じゃあ松本さんが言及されて被害者が出てきてっていうことだったかっていうと、そうじゃなくて、まあ悪魔と契約をしていた分だけ、やっぱり松本さんがね、あれだけなんていうのかな、もう普通じゃない、そのギャグのセンスというか、一時代を作ってますから、それはやっぱ悪魔の力を使っていたなっていう気は僕はします。だから、僕のものの見方で言うと、いわゆる芸人さんの遊びっていうのはあると思うんですよ。間違いなく。あるんですけども、その中において松本さんの遊び方っていうのは普通よりもまだ緩やかだったと思ってます。まだ緩やかだ。なのにあんだけ問題になって、まあ、浜ちゃんの方が何も言われないっていうのは悪魔の回収だった。なるほど。これね、幸いだったのは、アテンドというか、そのいわゆる女性をこう集めてとかってやっていたスピードワゴンの方がいたじゃないですか。小沢さんね。彼が吉本興業じゃなかったっていうのがやっぱ大きいですよ。なるほど。違う事務所。違うんですかそれ。吉本興業が全部やってたとなれば、松本さんのレベルでも、真ん中でも緩やかだったわけでしょ。全部暴露されたら吉本興業はジャニーズみたいになっちゃうんですよ。解散です。吉本興業ごと終わっちゃう。終わっちゃう。ただこれが、まあ、多岐にわたって、例えば吉本興業の芸人さんが例えばじゃあ言及されたと。他も全部出されると、みんな同じようにやってるので。それは悪しき習慣ですよ、日本のね。それがまあ、例えばお笑いの人なんていうのはモテるために、このね、業界に入ってきて、モテるために頑張ったんやから、みたいな、頑張ったんだから、みたいな、そういう気持ちで、やられてるので遊ぶのは当たり前でしょっていうのは、業界の風潮としてありますっていうのは、これは僕も、別にお笑い界に行ったわけじゃないですが、バラエティの番組いっぱい出てるので、見聞きしたり、実際にそういうね、僕は遊びには行ったことないですが、現場で見ているので、まあ、普通に、そういう遊ぶのは当たり前でしょ。まあ、芸の肥やしってね。芸の肥やしみたいに。なってますよ。でもそれが、そうですね、今回は松本さんレベルで、まあ、叩かれているので、まあ、それ言ってももうあれですよ。早い話が時効のことですよ。もうね、何年も前の。まあ、8年前のことですね。時効7年なので、もう過ぎてはいるんですけども、あえてここで週刊文春含めてね、いろんなところが出し始めてきたっていうことは、まあ、悪魔の回収もあるし、まあ、一つは去年起きたそのジャニーズ問題の引き続き今度はお笑い界の方に来たことですよね。ちょっと目線は違うんだけど、やっぱり娘さん年頃のね、娘さんがいるらしいのでね。まあ強気だったですよね、最初の頃の松本さんは。そうですね。それがやっぱり7、8年前からは、ちょっとね、いいことしようっていう、キャラに変わってたところが叩かれやすくなったかなっていう気はしますよね。楓さんに聞きたいけども、そういう飲みの場にね、芸人さんたちがいて、そういう場に行きましょうという女性たちは普通ですか？なんて言うんだろう。一般的ではないですよね。やっぱりそういうところに呼ばれるコミュニティにまず身を置いてるっていうところ。一個ね。はい。がまず一般的ではない
かなって。で、そういうことが起きるだろうなとか、はい、まあそういうふうな、その芸人さんの遊びの場に行ったら、そういうことも危険としてあるよなとかね、いうことも踏まえた上で行く女性がそこに行く場合が多いよね。と思います。だしなんかやっぱりこう自分が起こす行動って全部自己責任だから相手にこう加害されたとはいえそこに行ったのは自分だし、でましてやでもこれ加害をされたわけじゃないよね。まあ一応同意はあったそうですね。同意はあったし、同意があったことに対してに後になってまあ法律が変わったじゃないですか、去年ね。同意があったとしても遡ってそれを言っていいよって法律ができちゃったんで、こういうまあ週刊文春がそれを取り上げて今の法律だと加害者になってるわけですね。加害者になってるわけですよ。だからその同意がなかったよって言ったことも通っちゃうよっていうね、話になっちゃったから後出しじゃんけんが始まってるけども、飲み会の会場がそのホテルの一室だったわけじゃないですか。まあホテルに行くからそれに同意ってことでは全くないですけど、考えは一応浮かぶじゃないですか。もしかしたらあるかもしれないよなっていうことが浮かぶのがまあ一般的かなと思うので。今の日本ってそこは言及しないじゃない。しないですね。逆になんだろうな、加害したでしょっていうところだけを集中してクローズアップして攻撃しちゃう。そう、もうホテルに行くからじゃあ同意なんですかっていうところでもまたなんかこう物議がいろいろありましたけど、でもそうなってくると逆に言うと、まあ加害者被害者も加害者になったりとかする場合もあるわけですし、そう考えたときには、まあまだ冷静に物事を平等にどっちがどうなんだよねってことを見ることができてないっていうことはあるね。ありますね。私やっぱり7、8年前って今よりもね、やっぱりこう芸能界がクローズドだった時代じゃないですか。だからこそ芸能人の方々の遊び方もここ最近やっといろいろ暴露される時代になったから皆さんこう控えてると思うけど、やっぱりそういう風潮が絶対あった時代だったと思うから、時代感が違うよね。もう時代が変わってる、きたんだなっていうのは思いますよね。クローズの中で行われていることだから松本さんが正しかったとかね。ではない。女性が悪かったとかで、以前にですよ、それを今掘り返してきて、騒いで、で、その8年後の松本さんがそれを叩かれて、出れなくなっちゃうっていうような風潮が、僕怖いなと思っていて。そうですね。っていうかそういう、この出版自体が許されているのが、果たしてどうなんですかっていう僕はね、ところがもう。今日それ言いたかったんだけど、週刊文春も含めてね、いわゆるそういうペンの正義、まあペンの暴力、いろんな言い方がありますけども、それに対してもね、僕は中でもやっぱりいろんな人たちが働いてるわけですし、僕は今度はそういうリークする側がリークされる時代が来ると思ってるんですよ。だから、やはりこういうリークっていうのを一回作っちゃってね、まあ弱い者の立場でものを言うと、全部それが正義になるっていう風潮を作っちゃうと、今度は作った側が繰り返される時もあるよね。そうなりますね、絶対に。だからそれはね、お互いに足を引っ張ってることなので、これはね、そろそろ自重してね、まあそれはそれ、これはこれ。逆にこういうことがあったってことを一つ取り上げたとしても、今後、こういうことをやっちゃダメだよねっていうような警鐘を鳴らしていけばいいことだと思うんですよ。ダメだよ、そういうことはあって。もうそういう今からの時代ね、そういうことを許されちゃいけないよねってことを、まあ、僕は出版社っていうのは、もし正義というのであれば、その後のアフターはね、正義ができれば正義なんだけど、ただ暴いたことが正義だって言い方すると、暴き合いになってくるので、これどうなんだろうなっていう。ですよね。もうあとはほら、なんかこう無責任じゃないですか。結局ね、暴いて、そこでバズれば、まあ売り上げするわけでっていう、まあそういうね、流れだと思うんですけど、でもあんまりにも本当にこうやってることが、もうなんかこう、自分たちさえ良ければなところがあるので、やっぱりそういうのを見て、何もこうわからない一般の方とかはね、いや松本さんこんなに悪いんだとかってなっちゃうわけで、だからまあ本当に読み手側ももっとね、いろんなことを考えて読まないといけないし、ただ本当に面白おかしく人のこう不幸をなんかこうね密にするのではなくて、もっとこうだったらこういうねネタが出た。じゃあこういうことで騒がれてます。松本さん仕事なくなりました。私がさっき言ったように娘さんとか家族もいるわけでっていうね、ところまでなんかこう考えて
いける、うん人たちになってほしいよねっていう意味で、やっぱり、なんかこういうこと女子のを立場でね。話せるチャンネルなら、なんかどんどん話したいけど、ゴシップを面白おかしく楽しむのはやめ。そういうのはもうやりたくないしね。まあ僕も実際松本人志さんをね、番組をね、何度かさせていただいてますし、まあご本人ともお話をしてますからね、どういう人なのか分かってますのでね。まあ、僕の感覚では、そこまでそんな周りが騒ぐほどね、大変な人ではないんではないかなという気がしますよ。ここで問題はね、この先松本人志さんがどうなるかってことなんです。そうですね、復帰できるのか。どう思いますか、二人は。なんか、でもどっかには出そうじゃない？違う媒体、テレビではないところ。まず僕、松本さんの考え方として、例えば YouTube で出るとかね、例えば本とか、そういう媒体に出てきて、また自分でやるってことはしないと思います。なるほど。性格的に。一回そういう現場で自分が否定されたと。そしたら同じ現場でまた戦おうとすると思います。それが松本さんの性格だと思います。通すんだ、筋を。だって自分側で作ろうと思ったらできるわけじゃないですか。例えば YouTube やるとかね。例えば記者会見にしてもね。それはやり方としてできるわけです。でもそれあえてしないっていうのは、自分は間違ってないという気持ちがあるから、どうせテレビの視線までね、そうやってやられたんなら、僕はテレビでやり返してやるっていう気持ちは持ってると思うんです。あともう一つはね、僕は考えてるのは、戻ると思うんですよ。もうちょっと時間が経てば。これはこの裁判とかが落ち着いてからとか。裁判やってても戻ってくると思います。というのは、今のテレビ業界に松本人志さんのような立ち位置の人いないんです。そうですね。公認がいない。いないですよ。ってことは、まあ、面白おかしくというか、テレビ的にも一時的には今こうやって落とすことに視聴率が上がるので、まあ、一回ちょっと排除しましたが、排除とか出てもらいましたが、まあ、そうは言っても、安定的に松本さんが取った視聴率を取れるか、そういう番組を作れるかって作れないので、まあ、僕はまた戻ってくるだろうなっていう気はしますね。だから今回、こういうふうに、ああいうなんだろうな、全部笑いに変えてきた人がね、笑えない状況になっているのは世の中だってことも分かってほしいし、逆に今まではこんだけ攻めても、なんだろう、ここまででいいんじゃないのっていうふうにお互いにね、喧嘩するのも、喧嘩の仕方があったけども、今、徹底的に相手を潰そうっていうところまでやってる風潮がね、怖いなっていうのは僕はあるので、そっちに僕は警鐘を鳴らしたいんですよね。だからそういうことをね、伝えていける番組に、こう、どんどん、もっともっと育てていきたいですよね。この番組ね。そうです、そうです。だからまあ、あやねさんなんかやはりそういうね、今、若い世代の中での意見として今日も言ってくれましたけども、あくまでね、僕らみたいなその年齢の人たちがね、庇護して言ってるわけじゃなくて、やはり若い子たちもね、含めてみんな同じの持ってると思うんですよ。結構あやねの友達もね、同じような考えだよね。結構盛り上がったもんね、その話でね。やっぱりね、もう、どうあれ成人してるから、やっぱり自分の判断なので全部自己責任。これが全てですよ、皆さん。なので、それが全てですよ。やはりこういうね、いわゆる男女間の問題っていうのは、まあ、あやねさん全て言いましたが、成人してれば、それぞれのやっぱり責任においてね、動くべきだと思うんですよ。そういうところも含めて考えてほしいってことと、ことは8年前のことなんで、今時代感早いですから。ね、たかだか8年前と言っても、今の時代のスピードはすごく速いです。そうやって考えると、論じるにはちょっと難しい、厳しいところもちょっとあるよねってことも含めて、みんな冷静に考えていただくと、この問題に関してね、僕はもうちょっと皆さん分かるようになるんではないかと思います。だから、まあ僕も松本さん好きなんでね、少し、個人的にもお仕事をした中であるから、僕としては早めに松本さんね、いろんな問題を解決して帰ってきていただけたら嬉しいなっていうふうに思うし、家族もそう思いますよね。ね、みんなで望んでますんで、なるべく早いこの問題のね、沈静化を願っております。